はい、D&D チャンネルです。今回は以前紹介したGIMP AI リモートが大幅にバージョンアップしましたので、その全貌をご紹介します。今回のバージョンアップに伴い、名前も新しくなりました。その名も GIMP AI アシスタントバージョン 1.2 です。下準備を AI に任せて最後の仕上げをクリエイターがやれば時間短縮にもなるし、仕上げにも集中ができます。まさにクリエイターのアシスタントとして手助けします。バージョン 1.2 の主な新機能は AI で背景自動切り抜きは最新の AI が人物の商品を一瞬で正確に切り抜きます。ナチュラルに削除は不要なものを消したいとき、範囲を選択してボタンを押すだけ。周りの要素となじませる修正用レイヤーを自動生成。あとは微調整するだけです。EC 証明写真 AI 自動切り抜きは商品写真のサイズと余白を指定するだけで AI が被写体を判別し一瞬で理想のサイズで変換します。フリマ出品や証明写真に最適です。自動バッチ処理は切り抜き、そしてリサイズ、そして補正などお好みの機能を組み合わせて一括で自動で処理します。フォルダー内の大量の写真を AI が眠らずに自動で仕上げます。AI に全部任せるのではなく、AI の力を借りてクリエイターのこだわりを形にする、そんな新しいクリエイティブな形が体感できます。それでは具体的な使い方を解説していきます。GIMP AI アシスタント 1.2 をダウンロードします。まずは GIMP にプラグインを保存します。GIMP を開いたら、編集、設定、こちらを開きます。設定画面のこちらの項目の一番下のフィルター、こちらのチェックを外します。フィルターのチェックを外して、下の方にスクロールすると、ここにプラグインという項目があります。プラグインを選択して、こちらの上の方の 3.0 のプラグインを選択します。こちらのファイルマネージャーをクリックするとフォルダーが開きます。こちらのプラグインフォルダーをダブルクリックして開きます。こちらに旧バージョンのプラグインが入っていたらそのまま上書き保存で大丈夫です。こちらのリモートリスナー、こちらのフォルダーをコピーして、こちらのプラグインフォルダーの中に貼り付けます。ドラッグ&ドロップでこちらに移動しても大丈夫です。OK です。フォルダーは閉じて大丈夫です。初期設定はこちらのリモートリスナーのプラグインを今のようにプラグインフォルダーの中に入れるだけで終わりです。あとはサーバーを起動させるだけです。サーバーの起動の仕方をやってみましょう。まずはこちらのメインと書いたこちらのファイルをダブルクリックします。そうすることで AI が起動します。ダブルクリックします。はい。何も変わりませんが、今 AI が動き出しています。次は GIMP のフィルターの中にあるこちらのデベロップメント、こちらの中にあるスクリプト FU、こちらを選択すると右側にサーバースタートという項目が出てきます。こちらを選択します。するとこちらのウィンドウが開きますので、そのままサーバースタートを押します。
これで GIMP 側のサーバーも起動しました。設定はこれでおしまいです。あとは GIMP AI アシスタントの画面を表示させます。こちらを操作することによって GIMP の方に画像が切り抜かれたりします。次に切り抜きたい写真をこちらの AI インプットフォルダーの中に切り抜きたい画像を入れます。ウェブサイトで GIMP AI アシスタントの画面を表示します。このように GIMP と並べて配置します。GIMP AI アシスタントの操作画面で AI で背景自動切り抜き機能を使ってみます。以前のバージョンはインプットという名前に変えないといけなかったのですが、それを変更して、このインプットフォルダー内に写真を入れるだけで全ての写真を加工してくれます。初回の AI 切り抜きには時間がかかります。初めて AI 切り抜きボタンを押した際、AI データを PC 内の適切な場所に自動で配置します。PC のスペックにより1、2分程度かかる場合がありますが、2回目以降は高速に動作します。それでは、こちらの AI で背景自動切り抜きをクリックしてみます。はい。切り抜かれて、フォルダー内に入っている写真をすべて順番に切り抜いていっています。切り抜かれました。切り抜かれたように見えませんが、元の画像も一緒に表示しているので、切り抜かれたようには見えていませんが、一緒に元の写真も読み込むように変更しました。前回のバージョンで AI による切り抜かれすぎていたら困るというコメントがあったので、後で修正ができるように元の画像も一緒に読み込むようにしました。このように切り抜かれます。背景がある画像も切り抜かれます。このような背景もきれいに切り抜けます。この女性のこのあたりですね。このあたりがよく切れてない場合には、こちらの手動で切り抜き、こちらをクリックします。すると白いレイヤーマスクが追加されます。この状態でブラシで描画ツールを選択して、描画色は黒色、ブラシはちょっと小さめにして、硬さ、強さを弱くします。このぐらいに弱くしましょうか。はい。これで、このようにレイヤーマスクを使って切り抜きが甘いところを消していきます。はい、このように AI が切り抜いてくれるので、あと細かい処理をクリエイターがやるというスタイルです。こうすることによって、だいぶクリエイターの手間が減ると思います。はい。こんな感じですね。今やった作業は、切れが甘い、よく切れてないという時には、こちらの手動で切り抜きマスク、こちらですね。この白いレイヤーマスクを追加して後処理をします。こちらの写真の場合には、背景を非表示にしてみると、このように背景の色と洋服の色が似ているので、切り抜かれすぎている状態になりますね。前回はこれが処理しづらかったのですが、新しいバージョンでは、こちらの背景を表示した状態で修正する場合には、こちらのツールオプションの画像というところをまず押します。今数枚写真を開いています。その場合には、今こちらの写真は2番目の表示になっています。この写真をまず一番上にドラッグして一番上に持っていきます。
この一番上の画像が処理されますので、ここは注意してください。はい。たくさん写真を表示した場合には、こちらの画像、この中で順番を一番上に持っていってください。この状態で、まず背景は表示させた状態で、こちらの最終調整をクリックします。はい。レイヤーを表示させると、背景が複製されて、それに黒いレイヤーマスクが追加されました。背景はもうこれは必要ないので、こちらは非表示にします。新しく複製された写真は黒いレイヤーマスクが覆っているので、非表示されてます。この状態でブラシで描画ツールを選択して、今度は描画色を白色にします。白色にして、ブラシのサイズを調整して、硬さ、強さは、こちらはエッジを硬くしたいので、こちら 100% にしてみましょう。はい。これで、なぞると、もう少しサイズ大きい方がいいかな。はい。これで、はい。とりあえず、出します。はい。出して、ショートカットキーの X で反転させて、こちらですね。こう反転。はい。こんな感じでしょうか。はい。こんな感じに切りすぎていた部分を処理します。はい。こんな感じで処理しました。新しいバージョンではこちらの最終調整っていうので、背景を複製して黒いレイヤーマスクをつけることができるようになりました。このまま画像を一つにしてもいいのですが、フォルダーを使うと便利です。新しいレイヤーグループを作成、フォルダーを作ります。GIMP 3.0になってからレイヤーを複数一緒に同時に選択することができましたので、複数選択してそのままフォルダの中に入れます。はい。また、GIMP 3.0ではフォルダ自体に、このようにですね、色の中にあるトーンカーブなどですね、このように調整することができるようになりました。以前の2.0代の時にはですね、このフォルダにこのように明るさ調整をすることはできなかったのですが、3.0になってからまとめて調整をすることができましたので便利です。もう一度調整したいときには、この FX、このフィルターのところをですね、クリックするとトーンカーブと出ますので、こちらをダブルクリックすると、またこちらで再度微調整することができます。はい。こちらの GIMP AI アシスタントはあくまでもアシスタントとして皆さんのクリエイターの手助けをするスタイルです。AI がすべて完結してやるスタイルではありません。皆さんの時間を短縮できればというものです。違う写真もやってみましょう。こちらの写真では、ここが切り抜かれてないので、ここを切り抜いてみたいと思います。まずこちらの写真を修正するためには、こちらのツールオプションの画像というところをクリックします。この状態で今こちらの写真は上から3番目になってますので、これをドラッグして一番上に持っていきます。必ずこれをしないと違う写真が変更されてしまうので気をつけてください。この女性に手動で切り抜きマスクを追加します。はい。今、白色のレイヤーマスクが追加されました。白色のレイヤーマスクですが、こちらの反転ボタンをクリックすると、このようにレイヤーマスクが黒に反転することができます。黒色のレイヤーマスクで覆われるので、人物は消えます。また反転させると、
レイヤーマスクが白色になるので表示されます。この状態でブラシで描画ツール消す場合には描画色は黒色です。こちらで硬さは硬くして、はい、こんな感じでしょうかね。はい、こんな感じで切り抜くことができました。このようにレイヤーマスクの色を白か黒に変えるときにこちらの斑点を使うと便利です。いかがでしょうか。こちらの元の写真はこのように背景があります。このように背景がある写真も切り抜くことができます。今度は新しく追加された機能でナチュラルに削除。こちらがあります。こちらはこのような看板を消してみたいと思います。今回はちょっと複雑な写真を選んでみました。まずこの青い看板を消したいので、こちらの楕円選択ツールを選択して範囲を選択します。ちょっと広めがいいかもしれませんね。はい。広めでこの辺りに置いておきましょう。はい。この状態でエンターを押します。準備はこれだけです。あとはナチュラルに削除、こちらをクリックします。すると、このような処理がされました。これはわかりやすいように非表示にしてみますね。まず一つずつやってみます。範囲選択を一応解除しておきますね。これは元々の絵の周りを修正ブラシでこのようにコピーしてくれています。もともとこのような不要なものを消すときっていうのは修正ブラシなどで周りのところをコピーして重ねて消していくスタイルです。その手法をこちらはやっています。はい。今、この青い看板のところですね。この部分を消したいので、周りの写真の部分をスタンプツールでコピーして、今、上下左右に貼り合わせていますので、こちらを表示させて、移動ツールで掴んだレイヤーまたはガイド移動というのにして、このですね、消したい部分、いいところをこう重ねていった方がいいと思います。このあたりを使おうというところですね。はい。これでうまい具合に消していきましょう。表札がですね。このあたりかな、元の画像がこのあたりなので、はい。この何もないのをこうですね、重ねていきます。良さそうなところを。はい。だいたいこのぐらいでいいと思います。はい。今この状態で、画像はここですね。これを消す状態ですので、このあたりなので、もう少しこっちかな。これをもう少し下に置いてた方が安全か。はい。この状態で、今度はこちらの最終調整というボタンを押します。すると、一番上に元の写真を黒いレイヤーマスクで覆って今消した状態になっています。そこでブラシで描画ツールを選択して、まずこの今消しているところを、元の画像を見えるようにしていきます。表示させるんですね。表示させるためには、描画色は白色。サイズは、まずはちょっと大きめにして、硬さ、強さは、まあ、このぐらいでいいですね。硬さ、強さは、弱めにしといて、はい。まずは、いらないところは、消さなくてもいいところを、まず、はい、表示させときます。綺麗にですね。綺麗に、まず、関係ないところは表示させときます。はい。次に、この描画色を黒色にします。ショートカット X でもいいです。はい。X キーでもいいです。黒色にして消さないといけないのでですね。はい。ブラシサイズはちょっと小さめにしときましょう。このぐらいで、まずこのあたりをですね、こう、馴染ませながら、こう、クイックイッとこう、なぞっていくと、
この看板がですね、消えていきます。はい。もう普段やるですね、修正ブラシで消すかのような感じでやればいいだけです。はい。ここも消しておきましょう。はい。こんな感じですね。はい。はい。また描画色を白にして関係ないところはなるべく出しておきましょう。はい。馴染ませながらやればいいと思います。はい。どうでしょう？消えたのではないでしょうか？元の写真は、こちらとこちらですね。はい。これが元の写真ですね。これを今これで消しました。はい。このようにですね、こちらのナチュラルに削除というのは、今あるAI で自動で一発で消すスタイルではありません。もともと GIMP の修正ブラシを使って、クリエイターの方々がですね、周りの画像をコピーしながら消していくスタイルを AI アシスタントがこのようにレイヤーに分けて準備してくれるので、最終的な仕上げはクリエイターがいい感じにレイヤーを動かして調整して最終調整でこのように消していただければある程度綺麗に消えると思います。今回ちょっと複雑なね、ちょっと難しいスタイルのをやってみましたので、これだったらそのね、クリエイターの時間を有意義に使えるのではないでしょうか。このように AI がいい仕事をしてくれると思います。今度は EC サイトで商品写真などで一定のサイズでたくさんの写真を切り抜きたい、リサイズしたいという機能を使いたいと思います。まずはインプットフォルダー内に切り抜きたい写真を入れます。ご覧のように縦長の写真もあれば、こちらのハイヒールは上の方に空間があります。商品自体は写真の真ん中にあるわけではありません。下の方や中心がずれてる写真もあります。これを商品の余白に合わせてリサイズする機能が新しく追加されました。こちらの EC 証明写真 AI 自動切り抜きです。まず、こちらでピクセルかミリで単位を選べます。サイズを例えば600ピクセル、高さも600ピクセルとします。そして余白を30としましょう。こちらで AI でサイズ自動切り抜きを押してみましょう。このようにすべて商品が中心に来て余白を指定した余白で切り抜いてリサイズしています。ほんの数秒で仕上げてくれました。こちらの修正した画像は、こちらの今度は AI アウトプットの中に自動保存されています。こちらは、例えば今 AI アウトプットと書いてありますが、フォルダーの名前を変えてしまいます。もうここでグループ分けしてたら自分の仕事の作業が早いかもしれません。例えば、グループ A としておきましょう。このように自分で名前を付けてグループ分けすることによって便利だと思います。こちらも新しいバージョンでの追加機能です。自動バッチ処理、画像処理の自動化です。こちらはまず AI 自動切り抜き、AI 自動切り抜きですので、こちらですね。こちらの機能を使うか使わないかチェックで追加できます。まずこちらは切り抜くということですね。商品を切り抜いて、次、こちらの AI サイズ切り抜き、指定したサイズで切り抜くかどうかをこちらのチェックで決めます。商品自体をくっきり出せたい場合には、こちらにもチェックを入れます。
このバッチ処理の中で AI 自動切り抜きをしました。これは切り抜いてくれるという機能ですが、こちらの場合には、こちら、保存形式ですね。こちら JPEG じゃなくて PNG、PNG 形式で保存します。そうすることによって背景は透明で保存されます。これでバッチ処理を開始します。スタート。はい。このように背景が切り抜かれて指定されたサイズの余白で商品が中心になって切り抜かれていっています。どうでしょう？これを AI アシスタントがやってくれます。ここまでやってくれれば、あとは最終仕上げをクリエイターがやるというスタイルです。こちらの GIMP AI アシスタントは AI が全てをやってくれるわけではなくて AI が下準備をするというスタイルです。先ほどグループ A と名前を変えましたが、新たに AI アウトプットというフォルダは追加されます。この中に今切り抜いた写真がまた保存されています。このようにしていくと、どんどんグループを増やしていくことができるし、便利です。いかがだったでしょうか？今回、前のバージョンより大きく機能を増やしました。いろいろとコメントもいただき参考にさせていただきました。今回バージョンアップでもいろいろとこういうことがしたいって思ってはいるんですが、なかなか GIMP 2.0 台の情報では 3.0 がですね、動かなくてですね、もっとやりたいことっていうのはあるんですが、もう少しすると、3.0 の情報がいろいろと出てくると思います。またですね、いろいろと皆さんのクリエイターのアシスタントになるような機能が出てきたら、またバージョンアップしてお知らせしますので、ぜひチャンネル登録していてください。もしよかったら高評価お願いします。それではまた。